紙で作る桜の花をモチーフにしたリースの飾り。この動画では葉っぱの作り方と、そしてリースの貼り付け方についてご紹介していきます。この動画は葉っぱの作り方と作ったものの貼り付け方の説明動画になります。こちらのリース土台と桜の花の作り方につきましては、過去動画を投稿しておりますので、この動画の概要欄または終了画面から、動画の方にアクセスして、作り方を見ていただければと思います。この動画では作り方は省略させていただきます。それではまず葉っぱの方から作っていきます。この画用紙は幅が3センチ、長さの方はお好みの長さのものをご使用ください。動画では15センチのものを使用しています。まずは画用紙を半分に折ります。半分に折ったら下書きを書いていきます。花が咲いている時期の葉っぱはとても細くて小さいので、大きく書く必要はありません。このように先端が細くて少し中腹が、ふっくりしているような感じで書きました。あとはこれをハサミで切ってください。鉛筆を書いた跡が残るので、消しゴムで消しておいてください。次にこの葉っぱを、ジョイントマットとこちらの鉛筆を使って加工していきます。こちらは100円均一などで売ってるジョイントマットになります。硬めのクッションであれば、ジョイントマットじゃなくても大丈夫かと思います。鉛筆の丸い方、こちらを当てて、真ん中の折り筋から端の辺のこの間のところを鉛筆で押して、で、カールさせていきます。このように縁の部分も、癖をつけることによって少し丸くなるような形になります。反対側も同じように、軽く押し込んで加工していきます。このような形になります。真ん中の折り筋のところが少しへこんでて、鉛筆で押し込んだ部分が少しばかり膨らみます。このまま貼り付けてもいいですが、真ん中の部分をあえてちょっと折ることによってまた形が変わった違うものが作れると思います。お好みで形を調整してください。あとは葉っぱをお好みの枚数、大きさで作ってみてください。何枚か制作しました。先ほど作ったものよりもさらに小さいものも作っていますし、このように大きなものも作ってます。動画で作ったものは長さが7センチ、幅が2.5センチほどですね。こちらの小さいものは4センチと1.5センチになります。お好みのサイズのものを作ってください。あとは作ったものを貼り付けていきます。まずは大雑把でいいので、どの位置に貼るかを決めてください。ある程度位置を決めましたら、まずはですね、このリース土台の末端同士を接続している部分があると思います。この位置付近に葉っぱを貼り付けて、で、接続箇所を、隠してしまいます。貼り付ける葉っぱの根元の方、こちらにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、貼り付けている場所に貼るのではなく、ちょっとずらして隠すように貼ります。お好みでもう1枚貼ります。このような感じで、接続箇所を隠しました。葉っぱをこのようにもう1枚貼り付けました。次にですね、桜の花を貼っていきますが、僕の場合はこのように3つつなげたものを2つ用意しまして、これをまずここに貼りたいと思います。花の下の鱗片の方にまずはボンドを塗ります。あとは葉っぱのこの根元あたりですね、ここを隠すような感じで貼り付けます。貼り付けたら今度は小さめの葉っぱ、こちらを先ほどの貼り付けた鱗片の箇所、ここを若干隠すような感じで貼り付けたいと思います。桜の花につきましては、花柄の方を少し曲げて、この曲げている状態でリース土台のこの隙間の方に挟んで、そして角度を調整しつつ、問題なければその部分をボンドで貼り付けて固定してください。もちろんですね、軸の方を貼り付けずにこのままの状態で直接
リース土台に貼り付けるのもいいかと思いますんで、それはもう、お好みでやってみてください。花の方を何個か貼り付けました。こんな感じで差し込んで、差し込んだ後にボンドを塗って、で、貼り付けてます。裏の方を見ると、こんな感じで、軸の方が出てます。これは後でハサミで切ってください。次に反対側の末端の方を意識した貼り付けをやっていきます。3つ束にしたやつですね。別に束にしなくてもいいんですが、これを1箇所置きまして、で他のところにも、このようにある程度差し込んでみまして、残りの花を差し込んだ後に、反対の末端側ですね。こちらも置いてみて、でバランス的に問題なさそうな距離感であれば、こちらの3つまとめているものを貼り付けてしまいます。貼り付けましたら、今度はこの花の下の方に葉っぱの方も貼っていきます。ちょっと貼りづらいですが、最初の方と同じようにボンドを塗って、そして花の下あたりに来るように、貼っていきます。花と葉っぱの方を貼り付けたら、差し込んだ花を抜きます。抜いたら束ねた花の付け根あたり、ここに葉っぱの方を貼って隠します。はい、こんな感じですね。あとはお好みで花の方を貼っていってください。花の方を貼り付けました。一つ補足としまして、束ねた桜の花びらにつきましては、長さを変えることによって向きや表現変えることができますので、お好みで、長さの方を変えて、で、貼ってみてください。次にこの裏側の方、花の軸が飛び出ているので、これをハサミで切ってください。切りましたら、これで、桜の花のリースの完成になります。いかがでしたでしょうか。今回はリースの方をご紹介しましたが、枝の方から伸びている表現の方がお好みの場合は、枝の作り方についてもご紹介してますので、そちらの方もご覧いただければと思います。それでは今回は、桜の葉っぱの作り方と、リースへの貼り付け方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。